とんでもない白雪姫。ある国のある城に、それは美しいお姫様がいました。姫の名前は白雪姫。そう、かの有名な白雪姫と同じ名前でした。その姫は見た者がみんなひれ伏すほどの美しさを持ち、世界で唯一の美しさと思われていました。しかし残念なことに大変なわがままで、性格も悪く意地汚いのです。そんな白雪姫にはお母様がいません。白雪姫を産んですぐに亡くなられたのです。お父様である国王は大変忙しく、白雪姫は王宮に仕える者たちの手で大事に育てられ、どんなわがままも当たり前のように手に入れてきたのでした。ただ一つ、どうしても手に入れることができないのが母親の愛でした。13歳になる今、そろそろ結婚を夢見ていた白雪姫は、母親がいないことで結婚に不利になると思い始めていました。そこで国王に母親が欲しいと頼んだのです。忙しい国王はそんなことを言われても簡単にはいかないと渋りました。それに再婚して問題が起こらないとも限りませんし、白雪姫のわがままに耐えられるような女性がいるとも思えませんでした。そんな真意を明かすことなどもちろんできない王様はため息しか出ませんでした。それでも何とかしないと仕事にならないことは分かっています。白雪姫の願いを叶えないと、たとえ王様が仕事をしていてもお構いなしに文句を言いに来るのですから。そしてお妃になり得そうな女性を国の内外を問わず募ると、多くの女性が集まり、その中から一人の女性が選ばれました。母親が欲しいと言い出してから半年後のことでした。白雪姫、お前のお母様だよ。と国王に紹介されたのは、あまり美しいとは言えないごく普通の女性でした。白雪姫はがっかりしました。夢に見ていたのは白雪姫と並んでも見劣りしないくらいの美しさを持ち、若さを兼ね備えた人だったのです。それが白髪混じりの髪にシワの刻まれた肌、若い頃は美しかったのだろうと思えるならまだしも、どう見ても美しさのかけらもないような人でした。なんで国王はこんな人を母親に選んだのだろうと怒りが湧くほどでした。けれどお妃となられた女性は姿こそ10人並み以下ですが、その性格は大変よく、誰もがお妃様の優しさに心が洗われるような人だったのです。お妃様は美しいドレスを身にまとい、櫛で髪をすくことでそれなりには見られるようになりましたが、やはり白雪姫は認める気にはなりませんでした。こんな人が母親では、どこかの国の王子様と結婚したくてもきっと笑われてしまうと思っていました。なんでお父様は私の気持ちがわからないの？どんな豚でもいいというわけじゃないじゃないのよ。結局お妃様となったものの、姫のわがままに振り回される毎日となりました。
朝は早くから白雪姫の部屋を訪れ、姫のためにドレスを選び、部屋の掃除から下のお世話までさせられました。それを見ていた姫のお世話係の者たちは困っていましたし、お妃様を哀れにも思っていました。それでもお妃様は、きっと今までお母様がいらっしゃらなかったから甘えたいのでしょう、と言って笑っていましたが、決してそんなことはありませんでした。そんな日々が続き、白雪姫はさらにお妃様に辛く当たるようになりました。とうとうお妃様も疲れ果て、我慢ができなくなってきました。来る日も来る日も、まるで下女か奴隷のような扱いに到底甘えているなどとは思えなくなっていたのです。そこで王様に内緒で姫を亡き者にしようと考えるようになりました。ある日、お妃様が信頼する従者に頼みました。お願いがあります。私はもう本当に我慢ができないのです。その願いというのは、森の奥深くに白雪姫を連れて行って殺してこいというものでした。それを聞いて従者は、そう思うのも仕方のないことだが、さすがに殺すことはできないと思いました。そこで森の奥深くに連れて行くと、姫だけを置いて帰ってきたのです。あとは狼に襲われるなり、熊に襲われるなりして命を落とすなら、自分が殺したことにはならないと思ったからです。従者は城に帰ると、お妃様に置いてきたことを報告しました。お妃様は従者の気持ちを考え、嫌な役目を押し付けて申し訳なかったと言って従者の労をねぎらってくれました。さて、一方森の奥に置き去りにされた白雪姫ですが、幸運なことに狼にも熊にも出会いませんでした。置き去りにされたとも思っていなかった白雪姫は、自分を置いていった従者のことを城に帰ったらただじゃおかないと怒っていたのです。けれど待てど暮らせど従者が戻ってくる気配はなく、だんだん暗くなる森の中でどうしようかと考えていました。お腹が空いたわね。現状を不安がる様子もなく、空腹であることに気がついた白雪姫は、とりあえず人家を探そうと考えました。森の奥とはいえ、どこかに家があるだろうし、家があれば食べるものもあるだろうと考えたのです。そこで自分が白雪姫だと名乗れば大事にされることは確かだし、王宮に連絡してくれて迎えが来るのも時間の問題だと思っていました。気の向くままに歩き、人家を探していると小さな家を見つけることができました。姫は躊躇することもなく扉を開きました。すると中には何人分もの食事がテーブルに並び、どれもが温かく早く食べてくれと言っているようでした。しかし不思議とどの皿も小さく、全部食べても白雪姫のお腹が満たされるかどうか疑問になるほどでした。それでもないよりはましね。白雪姫はそう言うと
片っ端からテーブルの上の料理を平らげていきました。あっという間にすべてを吸い込むように食べ尽くすと、白雪姫は眠くなりました。ちらりと室内を見回すと、一つのドアが目につきました。これまたためらうこともなく、そのドアを開けると小さなベッドが7つありました。しかしどのベッドも小さいので、白雪姫の体を横たえるには無理があります。そこで白雪姫は7つのベッドをすべてくっつけて一つの大きなベッドにすると、そこに横になりました。するとたちまち眠りに落ちていったのでした。白雪姫が眠りに落ちた頃、玄関のドアが開き、ガヤガヤと7人の小人が入ってきました。どうやら食事の支度をしたところで、急な用事ができて出かけていただけのようでした。彼らはテーブルの上に乗っていたはずの料理がすべて消えていることに驚きました。これだけの料理を全部平らげるなんて、よほど大きな魔物でもやってきたのだろうかと思いました。だとしても疲れて帰ってきて料理がないのでは、がっかりを通り越して怒りしか湧いてきませんでした。その時小人の一人が言いました。いびきが聞こえる。みんな話しているのをやめると、いびきに耳を澄ませました。そのいびきはどうやら自分たちの寝室から聞こえてくるようです。そっと寝室を覗いてみると、そこには美しい女の子が寝ていました。口の周りにはかすかにケチャップがついているので、この女の子が料理を平らげたことは明らかでした。7人は腕を組んで怒りました。料理を平らげ、腹がいっぱいになったら勝手にベッドを使って寝るとは、一体どういうやつだと思ったのです。ベッドの周りで話していると、白雪姫の目が覚めました。うるさいわね。私が寝ているのだから静かにおし。姫がそう言うと、小人の中でも一番年をとっている白いひげの小人が言いました。あんたは一体誰だね。白雪姫はじっと小人を見ると、小さいその姿に大笑いして言いました。お前たちは何なの？なんでそんなに小さいの？すると白いひげの小人が言いました。わしたちはこの森を管理する妖精だよ。あら、妖精なんていたんだ。白雪姫はバカにしたように言いました。それで、あんたは誰で、どうしてわしたちの家にいるんだね。私は白雪姫、お姫様よ。みんなが騒ぎました。道理で美しいはずです。さすがに白雪姫がわがままで性格が悪いなんてこと森の妖精たちは知らないようで、その美しさに驚くばかりでした。従者にこの森に連れてこられたのだけど、はぐれてしまったの。きっと私の美しさを妬んだお妃が私を森に捨てるようにでも言ったんだわ。なんてひどいのかしら。そう言って白雪姫は泣き出してしまいました。なんてかわいそうなお姫様だ。誰もがそう言いました。だから誰かお城に行って王様に私がここにいることを伝えてきてよ。
泣いていたはずの白雪姫がそう言うと、みんなきょとんとしています。わしたちは森を出たことがないんだよ。きっと王様もお姫様がいなくなったことを知ったら探すだろう。お迎えが来るまでここにいるかい？そう白ひげの小人が言うと、白雪姫は考えました。こんな小さくて汚いところにいるのは嫌だけど、自分の足まで城まで帰ろうにも道がわからないわ。ならば迎えが来るまでここにいた方がいいわね。それに小人が言う通り、確かに私がいなくなったことを知ったらお父様が迎えに来るはずだわ。ということで白雪姫は迎えが来るまで小人の家にいてあげるということになったのです。この高飛車な物言いにむっとする小人もいましたが、何せ姫様なのだからきっと言い方がわからないだけなのだろうと諭す者もいました。こうして小人の家に住むようになった白雪姫のために大きなベッドが用意され、家も白雪姫が住めるようにと部屋を広げたりしました。小人たちは白雪姫のために一生懸命に働いたのですが、白雪姫の方はそんな小人たちのために何かしてあげようなんて気持ちはさらさらないようで、働きもせずに好き放題でした。見かねた白ひげの小人が、2、3日もすれば迎えが来ると思ったら、もう1ヶ月も迎えが来ない。それなのに何の仕事もせずに家にいられたのでは困る。どうだろう。せめて料理をしてくれるとか、洗濯や掃除をしてくれるとかできないだろうか。すると白雪姫は泣き出しました。私はずっとママ母にひどい仕打ちをされて、毎日奴隷のように扱われ、掃除や洗濯をさせられ、果ては下の世話まで。それなのにここに来てまでそんなことをしないとならないの？何か用事を言いつけるたびに泣いてけなげさをアピールしたり、急に怒鳴ったりするので、ほとほと小人たちも困り果てていました。そこで白雪姫から聞いた話を友達の妖精にしました。するとその妖精がまた別の妖精に話し、徐々にその話が広がると王宮にいるお妃様の耳にも入るようになりました。こんな噂が王様の耳に入ったら、せっかく穏やかに夫婦生活を楽しんでいるのに破綻を招くと思ったお妃様は悩みました。白雪姫がいなくなってから王様の落胆ぶりはひどく、それを支えるお妃様との絆は深まっていたのです。やっぱりあの時殺しておけばよかったと思ったお妃様は知り合いの魔女に相談しました。すると、意地汚い白雪姫にちょうどいい方法があるよと言って冷蔵庫の中からリンゴを一つ持ってきました。それはリンゴをもらってもどうしたらいいのかわからないとお妃様が聞くと、これは試作品の毒リンゴなんだけどね、白雪姫は意地汚いのだろう。だったらこれを白雪姫に食べさせるんだよ。うまくいけば毒が回って目を覚まさなくなる。と悪い笑みを浮かべて魔女が言いました。試作品だからただであげるとは言われたものの、試作品というのが心もとない。けれどプライドの高い魔女に試作品じゃ
なんて言えません。そこでひとまず毒リンゴをもらうことにしました。どうなったかちゃんと報告しておくれ。うまくいったら販売ルートに載せるんだからね。とまで言われたので、もらっただけで終わらせて使わないなんてことはできないと覚悟したお妃様は、老婆に化けて森の中に入っていきました。どの辺に白雪姫を置き去りにしてきたのか、どの辺にいるのかは従者に聞いていたので分かっていました。魔女が言う通り、一口食べて起きなくなるならいいけど、全部食べてもどうにもならなかったら、それにもしかしたらその場で白雪姫に自分のことがバレてしまうかもしれません。大きなリスクだな。本当ならもっと的確な方法を取りたかったお妃様でしたが、こうなれば仕方がありません。小人たちの家に着き、窓から中を覗くと、白雪姫がベッドの上でゴロゴロしていました。家の中には他には誰もいないようです。お妃様は窓をコンコンと叩きました。すると白雪姫が不愉快そうな顔をして窓に近づいてきました。道がわからなくなって教えてもらえませんかね。できるだけしわがれた声を出し、お妃様はそう言いました。道？適当に歩けば目的の場所につけるわよ。相変わらずの物言いです。このリンゴをあげるから教えてくれないかね。お妃様は持っていたバスケットの中から毒リンゴを取り出すと、白雪姫に差し出しました。リンゴを見た白雪姫はパッと顔を輝かせると窓を開け、リンゴを手に取りました。見るとちょっと普通のリンゴよりは色がよくありません。何このリンゴ、なんか変な色をしてるわね。古いんじゃないの？いぶかしがるようにそういう姫に、新種のリンゴだからと取り繕うお妃様。すると白雪姫は、なんだそうなのねと言うと、大きな口を開けてパクリと食べました。一口食べておいしいと言うと、あっという間に全部食べてしまいました。その様子を見てお妃様は、これは毒リンゴが効かないのかとハラハラドキドキ。ところが急激な眠気に襲われたようで、道を教えることもなく、白雪姫はその場に倒れるように眠ってしまいました。お妃様は眠った白雪姫を見届けると、ほっと胸をなで下ろしてその場を去っていきました。夕暮れ時となり、小人たちが帰ってくると、床の上に転がるように寝ている白雪姫を見つけました。なんでこんなところに寝てるんだよと一人の小人が言うと、俺たちは仕事をして疲れてるっていうのに少しは考えてくれよなと別の小人が言いました。するとまた別の小人が持っていた杖で白雪姫をツンツンとつつきましたが、一向に起きる気配がありません。また別の小人がそばに落ちていたリンゴの芯を見つけました。これは何だろう。すると白ひげの小人がリンゴを受け取り匂いを嗅ぎ、これは毒リンゴじゃな。誰かに毒を盛られたんじゃろうと言いました。
小人たちの中からは、この姫じゃ敵も多いだろうから仕方のないことだよね。さて、死んでるわけでもないし、この姫どうする？と、眠ったままの姫をどうしたらいいかと相談が始まりました。家の中に置いておいても狭いだけです。だったら日の当たる森の中にベッドを作ってそこに寝かしておけばいいんじゃないかと話がまとまりました。そこでみんなで森の中の日当たりのいい場所にベッドを作って一応目が覚めた時に恨まれないようにと周りを花で囲み大事にしていたアピールをしてその場を離れました。こうして一日に一回は見に来るということで姫を放置したのでした。おかげで小人たちは穏やかな日常が戻ってきたのでした。さて、試作品とはいえうまいこと眠りに入ってくれたことでお妃様も安心だと思っていました。そのことを魔女に報告すると、ならばまずは目が覚めることはないだろうということでした。何せこれから先何百年と眠りにつくはずだというのです。この魔法を解く方法はあるの？多少の不安が残っていたお妃様が聞くと、あの白雪姫に愛のキスをするような奇特な人間が現れない限り、まず目は覚まさないね。ということで、それなら絶対に大丈夫だと心底安心しました。だって森の中なのだからそんな人が現れるとは思えないからです。しかも初めて見る女性で相手が眠っているわけですからキスするなんて普通に考えたらありませんよね。これで不安要素はすべて消えたと喜んでいたお妃様でした。が眠りについてから2週間としない頃、森である国の王子が一人で乗馬を楽しむように散策をしていました。冒険の好きな王子は従者も従えず一人で遠く離れた森まで来ていたのですが、そろそろ引き返して城に戻るかと思った時でした。小人たちの姿が目に入りました。しかも小人たちが取り巻くそこには花に飾られた美しき女性が横たわっていたのです。おい、お前たちは何をしているのだ？馬の上から小人たちにそう声をかけると、小人たちは驚きながらも言いました。白雪姫が眠りにつき、毎日いつ目を覚ますかと見に来ています。なぜ起きないのだ？王子が聞くと、毒リンゴを食べてしまったのです。小人の一人が答えました。すると王子は馬から降り、白雪姫に近づきました。馬の上から見た姫の美しさもさることながら、近づいて見る姫の美しさは今まで見たどの姫よりも美しいのでした。着ている服が汚れていても、爪が伸び髪がボサボサでも、その美しさを曇らすことはできませんでした。王子は吸い寄せられるように白雪姫に近づくと、寝てるんだからキスしても怒られないよな、とばかりに唇を寄せました。小人たちは小さく「あっ」と叫びました。大概こういう場面ではキスをすることで目が覚めてしまうからです。
もし目が覚めたらまたしてもあのわがままで自分勝手が戻ってくるのかと恐怖を感じたのです。一人の小人は小さく「平和な日常よ、さようなら」とつぶやくほどでした。そしてその心配は見事的中しました。眠っている女性にキスをするという快挙に出た王子様の唇を感じた白雪姫は、目が覚めた途端に王子の首に両腕を回して濃厚なキスを返しました。そして驚く王子様にこう言ったのです。あなたはどこかの国の王子様でしょ？キスしたことがバレて変態扱いされるかと思っていた王子様は、白雪姫の美しい笑顔に不安も心配もぶっ飛び、はい、その通りです、と答えました。すると白雪姫は、私はこの国の白雪姫です。私を眠りから目覚めさせてくれたあなたこそ、私の求めていた人です。というか、寝ている女性にキスしてただで済むとは思っていませんよね。最後の言葉はちょっと怖い感じでした。すいません。あまりにお美しかったので、つい。王子様はおどおどとそう答えました。すると白雪姫はにっこりと笑って、いいのよ、許してあげるわ。その代わり私のファーストキスを奪ったのだから、私と結婚してくださいね。と言ったのでした。周りにいた小人たちは狂気し、大声を上げて2人の結婚を祝福しました。いや、キスだけで結婚とか。王子様はそんな簡単にはいかないと断ろうとしたのですが、白雪姫は許しませんでした。女性の御竿を奪っておいて、ではさようならなんて許されるはずありませんよ。それに私は白雪姫なんですから、私にこんなことをしたことが分かったら戦争になりますよ。戦争と聞いて王子様は驚きの表情を隠せませんでした。周りの小人たちを見るとみんなニコニコと笑顔です。そして、こんな美しい姫と結婚できるあなたは幸せだ。こんなに素晴らしい女性は他にはいない。なんて幸運な王子様なんだ。と口々に言っています。そう言われてこのまま置いていったのでは戦争になるかもしれないが、それ以上にもったいないと思った王子様は、白雪姫を馬に乗せると走り去っていきました。小人たちはこれで毎日見に来る必要もなくなった上に、二度と白雪姫に会うこともないと、やっと本当の幸せが訪れたと喜びました。さて、お城に連れて帰り本当に結婚した王子様と白雪姫ですが、果たして幸せが訪れたのかどうか、それは誰にもわかりません。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押して次のお話も見に来てね。では次のお話でお会いしましょう。